不思議な話でですね、実は左手の方がサックスって全然動くんですよ。これが指が上がらない大きな原因の一つです。はい、皆さんこんにちは。ラッドミュージックスクール学長の瀬戸です。今日はですね、サックスの指を回すときにですね、なかなか指が早く動かない。特にですね、右手の指がこう上がってくれない、バラバラにこう動いてくれないっていう悩みがものすごく多いのでですね、今日はそれを僕なりに解説するんですけれども、今までも例えば早弾きとかこうやれば指が速くなる可能性がありますよみたいなのを語ったことはあるんですけれども、今日はまた違う角度で語ります。はい、じゃあまずもう結論から言っちゃうんですけれども、実はこの右手がなんでこう動かないのか、なんで指が上がってくれないのかっていうのはですね、様々な要素があるんですけれども、一つ皆さんがあまり普段考えないであろうことをですね、ちょっと今から語りますので、ちょっと見てください。いいですか？はい、そうしたらちょっと立ったんですけれども、見てみましょう。横からね、サックスを弾く時の姿勢を見てみましょう。まず多くの人がですね、座った時もそうなんですけれども、サックスがこう体に対してこう右側にこう落として演奏する人、これ非常に多いと思うんですよ。別にいいか悪いかって言われると、僕はやらないんですけれども、いい悪いの話ではないと思うんですが、じゃあ横から見てみましょう。いいですか？こうやって演奏する時に、今日は右手の親指をよく観察してみましょう。いいですか？で、これでもうサックスがこのように重力でダラーンと落ちた状態でサックスを握ると何が起こるかというと、右手にどの指にも力が入ってない状態になるんですね。親指から何からこの5本の指に1本も力が入ってないフラッとした状態になるわけです。で、人はこれを多分リラックスした状態とか呼ぶこともあるんでしょうけれども、実はこれが指が上がらない大きな原因の一つです。どういうことかというと、このまま指を動かそうとすると何が起こるかというと、5本の指に1つも力が入ってない状態だと、さあ指を上げるぞといった瞬間にですね、親指にも力が入ってないので、親指が固定されてないので、親指もこうやって動いちゃう状態になるんですね。このように。つまり本来だったらこの4本だけを動かしたいにもかかわらず、親指がフリーなので親指も一緒にこうやって動いちゃうんですよ。これが指が上がらなかったり回らない大きな原因の一つで、これおそらく知らない方の方が多いと思うので、ぜひ次練習するときにですね、この親指がどうなってるか見てみてください。そして正しくはですね、これ前の動画でも何回か説明したんですけど、サックスっていうのはこう重力がのままこうやって落としてフラフラな状態で演奏してはならない楽器なんですね。どういうふうな状態が一番望ましいかというと、こう構えた時に右手で前に押すんです。いきますよ。こう押してるんです。前にここに空間が空くんです。こんなに空間が空くもんなんですね。その結果何が起こるかというと、今僕の親指で楽器を前に押しているがゆえに、親指が完全に固定されます。こうつまり親指はもう動く余地が一つもない。つまり何が言えるかというと、残りの4本のこの指たちを動かすときに親指がしっかりと固定、つまり支点になっているので、他の指だけがバラバラに動いてくれることになるんですね。こうすることによってもう親指は絶対に動かないので、そこが支点となるわけですね。はい、そしたら次にこの譜面を見てください。これね、ダレダティダレデって書いてありますけれども、これを弾いてみましょう。いいですか？しっかり右手を前に出して。これ有名なね、ワンフィンガースナップっていうそのジャズスタンダードの冒頭の部分なんですけれども、このちょうどレのシャープとかレのナチュラルとか、ファのシャープとか、これが出てくるあたりでこううまく構えられてなかったりするとですね、こう指ここ動かないと思うんですよ。特にすごいスピードで弾かなきゃいけないので、これを。なので皆さんもバロメーターとして、例えばこのフレーズをやってみて、少し速いテンポでやってみて、指が回らなかったら、おそらくどこか物理学上、この肉体上って言ったらいいのかな、物理学上どこかに不具合があるのも動かない原因の一つだっていうのは、これだけは間違いがないです。
はい。で、ここでですね、最大の疑念が生まれるかと思うんですけれども、サックスってリラックスして演奏しなきゃいけないのっていう話とこうバッティングしちゃうんですよね。でも今日僕が話した話って、そのリラックス、一般的に言われるリラックスって一体どんなものかって僕もあんまり理解してないんですけれども、そのリラックスすることと物理学上ですね、この視点とかその力の入れ具合とかですね、それとはあんま関係ない話だと僕は思ってるので、その精神上、精神衛生上とか、そのガチガチにこう力を入れて演奏しましょうって言ってるのとはまた全く違うんですよね。力を入れるというよりも、親指を固定しましょうと、動かないように親指がと言ってるだけなので、またこれね、リラックスとか力の入れ具合とかとはちょっと違う話だと僕は思うんですよね。なので皆さんもですね、こう力を親指に入れるというよりはですね、こうしっかりと固定してあげると、そして動かなくすると。こう動いちゃったらね、もう本当バラバラになっちゃうのでっていうことを僕は今日言いたかったので、その点よろしくお願いします。それで不思議な話でですね、実は左手の方がサックスって全然動くんですよ。皆さんも経験上あると思いますけど、じゃあなんで左手は結構動くんだろうというとですね、左手ってオクタブキーとか押してる時点でもうかなりもう固定されてるんですね。動かないようになってるので、左手の方がバラバラに動く確率が高いということなんですよね。これは間違いないですね。なのでこう気づかぬうちにね、もう左は固定されてる。で、右だけがその人によってどのぐらいねこう固定されてるかが変わっているというような分野なんですよね、これっていうのはね。ただし1点だけ注意しなきゃいけないのはですね、右手をこう固定するときにあまりにも親指がぐっと力入ってるとですね、あまりにも入ってると今度は何が起こるかというと、小指の動きが悪くなんですよ。これは僕も自分で経験済みなんですけども、あまりにもグッてやると他の3本はなんか動くんですけど、小指だけがねなんか動きづらくなるので、あまりこのギュッてこう押さえつけすぎるっていうのもいかがなもんかなとは思ってます。非常に単純な話だったんですけれども、この動画が役に立ったと思ったらチャンネル登録、いいねボタンぜひよろしくお願いします。じゃあまた次の動画で会いましょう。バイバイ。